は VR の世界へ。はい、入りました。ここからはメタクエスト2で撮影した映像でお届けします。皆さん VR 活用してますか？ PC を使わずに遊べるオキュラスクエストが発売されたのが2019年。そしてその1年半後にオキュラスクエスト2が発売されました。さらにその翌年の2021年に Facebook の社名が変わったことによりメタクエスト2に名前が変わりました。これらの VR ゴーグルが発売された時には PS4 を低遅延で表示させる方法がなかったんですが、先日うまく遊べる方法を見つけたので共有します。用意するものはこの2つです。 HDMI リンクアプリ、そして USB3.0 のキャプチャーボードです。 HDMI リンクアプリはメタクエスト内のストアアプリで HDMI と検索すると出てきます。メタ公式のアプリで無料です。数年前に試してた時には存在せず、2024年8月にリリースされていたようです。もうちょっと早く欲しかったですが、便利になるのはいいことですね。次はキャプチャーボードです。メタクエストは USB Type-C での接続になるので Type-C で接続できるものを用意しましょう。そして USB3.0 対応のものですね。試しに私が普段 PC で録画するときに使っているキャプチャーボードをつなげてみたんですが、コマ送り状態でしか映りませんでした。タイプ A から C への変換が良くなかったのか、機能の違いなのかよく分かりませんでした。今回は Amazon でキャプチャーボードメタクエストで検索して出てきたやつを買いました。すでにメタクエストを持っていれば3000円ちょいで遊べちゃいます。やらなきゃ損ですね。では実際に動かしてみましょう。 HDMI リンクアプリはインストールしてもなぜかアプリ一覧に表示されません。なので HDMI と検索しましょう。出ました。ユニバーサルメニューにピン止めしておくと便利ですね。起動するとデバイスを接続する画面が出てくるのでキャプチャーボードを接続しましょう。テレビから抜いた HDMI ケーブルをキャプチャーボードへ接続し、さらにメタクエスト2へ接続します。うまくいくとキャプチャー設定が表示されます。初回起動時は権限の許可ダイアログが表示されるので許可しておきましょう。開始ボタンを押すと出ました。画面をクリックすると右下の表示が消せます。最大化して位置を調整するといい感じですね。画面をフラットな状態にするかカーブさせるか切り替えれます。カーブさせると視界がゲーム画面で埋まるので臨場感があっていいですね。バーを持って前後などの位置調整ができます。ウィンドウの端をドラッグするとリサイズもできます。ウィンドウを奥に持っていくと勝手にウィンドウサイズが大きくなってしまったりするので微妙に自由度が低いですね。ウィンドウの位置とサイズを調整し、キャラの目線と自分の目線を合わせるのがおすすめです。あと移動時にはカメラを水平位置にするといいですね。個人差が大きい部分ですが酔いづらくなります。肝心の遅延がどれくらいあるかですが若干あります。 PC で OBS に映しながら操作すると必ず1個後ろの球にずれるくらい遅延しますがほぼ狙った球が打てます。最初の数分はずれる感じがありましたがすぐに慣れる程度の遅延です。テレビ操作に戻ると逆に早く止まりすぎちゃいますがこれも数分もすれば違和感なくなります。脳みその適応力に感謝ですね。難点はボス戦ですね。辺りを見ながら結構激しく動かないといけないんですがこれが難しいですね。キャプチャーした動画だと全体的にくっきり映ってますが実際にくっきり見えるのはこれくらいの範囲です。また VR 機器は視野角が人間の目よりも狭いので左右の青い部分は真っ暗です。キャプチャーした動画だと広くくっきり映ってるんですがここら辺は性能と値段の兼ね合いなのでしょうがないですね。こういう状態なので周りを把握しながら動くのが難しいのです。ただこ
れは現状でも解消可能で、ウィンドウサイズを縮めれば OK です。普通にテレビで遊んでるのと同じになっちゃいますが、勝てなきゃ登れませんしね。あと TDM で残弾数をちらっと見て死にがちですね。ちらっ、よそ見 TDM はあかんですね。デメリットはありますが、やはり変え難い魅力がありますね。エスカレーターを登った時の見上げる感じ、実物大の自販機のリアル感、これを見るとバルブの塔って本当にあったんだと錯覚しますね。最後におすすめの追加アイテムを紹介します。まず1つ目は PD 対応の充電器です。というのも今回購入したキャプチャーボードには PD3.0 の充電用端子がついているのです。なのでメタクエストを充電しながらプレイできちゃいます。とはいえ長時間プレイするとゴーグルと接触している顔や頭が痛くなってくるので優先度は低いですね。おすすめ度星1つです。2つ目はメタクエスト3です。これはメタクエスト2か 3S 持ちの人向けですね。先ほど赤い範囲がくっきり見える範囲で青い範囲が表示されずに真っ黒な範囲と言いましたが、レンズが変わったことによってこの赤い範囲が広がってるらしいんですよね。くっきり見える範囲がこういう感じに広がるんでしょうか。持ってないから分かりません。また3だと若干視野角が広がります。しかし値段が倍近いのでなかなかハードル高いですね。今年6月あたりのネット記事だと4が2027年まで延期になったとか言われているので、待つか買うか悩みどころですね。私は4か別の製品を待とうと思うのでおすすめ度星2つです。3つ目は HDMI スプリッターです。通常だとテレビで遊ぶときはテレビに接続し VR で遊ぶときはつなぎ替え、終わったらテレビに戻すという感じのつなぎ替えが必要です。道中は VR で登り、ボス戦はテレビで戦うってスタイルだと1日に何度もつなぎ替えないといけないのです。これはかなり面倒ですね。そこで登場するのが HDMI スプリッターです。これを使えば PS4 の映像を複数の接続先に分配できるのです。なのでこのように HDMI ケーブルを配線すればテレビ側は接続しっぱなしで OK になります。手間がかなり軽減できるので個人的に必須レベルです。ということでおすすめ度星3つです。いつもと見え方の違うバルブの塔を登ってみるのもいいもんですよ。すでにメタクエスト2か3か 3S を持ってる人はぜひ試してみてください。持ってない人はお財布と相談ですね。レッドイット VR